ここってことないよね。ないよね。いやー、ないよねー。マジかー。こういう角度やったのが押されてグリーン。これもいいよな、やっぱり。この後パウチが盛大に失敗します。母トリコさんがイラスト描いてくれた。こういうのも思い切りが大事ですから。終わった特撮改造エキシビジョン。さあ、こんにちは、パウチでございます。暑いね。本格的に夏が来たね。ほい、前回ここまで作りました。エイジ君を復活させるためにアンクデザグラに参戦ということなんですけども、前編の動画を出してからいろんなコメントいただきまして、その中でこのアイデアは絶対採用すべきやろっていうのも結構ありました。で、僕のイメージとミックスさせて今日も改造していきたいと思いますので、チャンネル登録今すぐどうぞ。はい、よろしくお願いします。今回の改造は波乱に満ちています。エイジ君を復活させるのは簡単なことじゃないね。とんでもないことが起こります。よし、じゃあまず最初に取り掛かることは半円パーツいきたいと思います。これね、見てもらって分かる通り、ここキツキツなんですね。でもこれはしゃあないかと思ってました。でもやっぱり半円パーツ、このね、メダルの縁みたいにしたらどうかっていうご意見いただきまして、やっぱオーズってね、丸のイメージなんですよ。そもそもロゴで0というか O が3つ並んでるでしょ。で、メダルも丸いし、ここも丸いし、やっぱ丸の要素は率先して使っていかないとなと思いました。なので半円パーツつけるためにこのぐらいの位置にしたいんですよね。そのためにはこのウォーターレイズバックル蛇口を少しずらします。だからまずこれ外そう。やっぱ僕のアイデアだけだとね、不完全なものになるなと思う。僕の改造を紹介するチャンネルなので、それでもいいのかもしれないんだけど、やっぱね、せっかくみんないろんな意見くれるので、それはさ、ちゃんと混ぜたいやんか。よし、外れた。それでもっとグイッとこっちにしなあかんねん。もう位置的にはほんとギリギリのここ。もうこのネジ、わかります？キワキワ。ここ狙っていこう。この辺を全部ね、取っ払う必要があります。ニッパーでガンガン地道に削っていこう。最近そういえば刃を取り替えられるニッパーが発売されたみたいですね。されるのかな、されたのかな。あれすごく興味あるんだけど、僕こうやってニッパーも自分の愛用品としてカスタムしちゃってるんで、なかなかこれ手放しづらいんですよね。だからここを定期的にダイヤモンドシャープナーで研ぎながら使ってます。これサステナニッパー Amazon に売ってるゾン。それとね、この間サムネを撮るときにこのブーストバックルつけてこれをはめてみたんですよね。そしたらブーストのここに当たっちゃって、そもそもこういう角度やったのが押されてグリーンってなってたんですよ。だからこれも直さなあかんなと思ってね、やっぱもうちゃんとやろう。本当にね、前編の反省点をちゃんと後編で挽回するというね。いや、そういうスタイルでいいと思うよ、多分ね。だから角度的にもこうやな。よし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 、いいやんか。なんとかこれ、なんとかビスを押し付けて目印を作ります。この傷、ネジの通り道をハンダゴティング。これをここで締める。しゃー、いけ。ビス1本止めたところで、角度すごく重要やからね、調整しながらいこう。本当にこうか。こんな感じ。半円パーツがここに来るって考えると、まあこんな感じかな。がっちり固定しましょう。よし、できた。こんな感じ。よし、じゃあ次の工程。半円パーツなんですけど、マグナムレイズバックルの半円パーツを一部自分で補修して、こんな感じでシリコン型を作ってあります。だからこれに流していくんですけど、いろんなものをシリコン型取るときにこうやってね、それぞれ何が何グラムって書いてあるんですよ。だからその通りにやっていきます。レジンを入れるのは100均プラカップ。これはちょっとカメラの都合上見えにくいと思うので、こんなものを使ってますっていう紹介だけ。クリスタルレジンっていうのを Amazon に売ってます。僕はいつもこれで時間をかけてレジンで複製します。12時間ぐらいですかね。今も夏場やからでも8時間10時間ぐらいで固まりそうな気もしますけど。で、普段ちゃちゃっとライト当てて固める UV レジンはこれも Amazon です。情報は動画概要欄に全部ありますんで、真似してみてね。で、半円パーツが 30g なんですね。これ割合的には100対50で入れてって書いてあるんですけど、なんで100対50なんかわからへん。2対1でいいやんって俺いっつも思うんだけど、なんか取り決めがあんのかなわからへんけど。で、簡単に 30g だったら 20g と 10g って感じですね。いきましょう。まずでっかいの入れて、次ちっちゃいの入れて。よし、これでひたすら混ざるアップ。よし、じゃあこの型にこんな感じで流し入れます。ちょっと安定しないんでテーブル置くね。最初だけじゃないと無理。シリコン型がいっぱいになるまで入れていく。で、チャッカマンとかガスバーナーとか何でもいいですけど、炎で気泡を消します。動画では全く見えないですけど、気泡が消えていく気持ちいい工程です。はい、あとは放置。シリコンとレジンって難しそうって抵抗を持ってる方いらっしゃると思うんですけど、そんなことない。やったらめっちゃ簡単。一歩踏み出せ。インスタとスレッズで活躍中、子育て漫画家母トリコさんがイラスト描いてくれた激にパーチさん、2人でもしかして一緒にやりたい。
いっぱい練習しようね、工作。イエス。息子ちゃんの力強いイエス、いいね、頼もしい。でレジンが固まるまで8時間から10時間ありますから、いろんなことできますよ。次の工程やっていきましょう。じゃーん、割れた鷹メダルですね。この ID コアの鷹割ってくれっていう意見たくさんいただきました。いやほんまそうやな、割れてる方がロマンあると思うわ。で実際ね、僕は前にこういうねジャマトレイズバックルっていうのを作ったことありまして、動画出てますんで見てください。その時に作ったこの ID コア、これがひび割れなんですよ。ひび割れ加工、これはハンダゴテでなぞっただけなんですけど、その手法を用いて鷹メダル割っていこうかなと思います。で割れた鷹コアの見本、これねひび入って割れかけっていうのと、この完全に割れたやつっていうのがあるんですけど、やっぱ完全に割れた方がロマンあるよね。いいな、ついつい触っちゃうよねこれでほんとこういうアイテムってな、憎らしいほど中毒性あるよね。よし、じゃあこの見本にのっとって、こういうのはもう思い切りが大事ですから、多少違ってもね気にしない。左下がもう少し下向いてた方が良かったかなと思いますが、一発勝負なんでね仕方ないですな。ニッパーで軽く整えまする。ひびがあんまり目立たへんな。これ多分ここが赤いからやな、きっと。ひびんとこだけちょっと白っぽく光ってほしいんですよ。だからガイアペイントリムーバー、こういうものを使ってこの ID コアの表面の塗装を落とします。これもう塗って拭き取るだけで取れますからね。まあ主にひびのあたりだけ取れたらいいかな。ちょっとはめてみよう。ひびんとこ白くなりましたね。オッケー、これでいいやろ。よし、じゃあまたグルーガンでつけちゃおう。よし、じゃーん、できました。アンクちゃんを象徴する割れた鷹メダル ID コア、いいねー。もう一回見とこう。おっほー、2017年頃から応援してるニジコンちゃんのライブに初めて行ってきた。9周年おめでとう。はあ、まだニジコンちゃんの余韻に浸ってるよ。というのは置いといて、ここからまた改造ですが、レジンを乾かしてる間に今までの分編集して、なおかつじゃーん、メダガブリュー買ってきました。これ割と近くにあるトイプラネットで3000円でした。3000円やで。俺中古に3000円出したことないって。いやー奮発した。これを3000円で買ってきた俺の意気込みを評価して、みんなチャンネル登録してくれ。はい、もうお分かりのようにこっちのバックル、これを使いたいと思います。これはね、皆さんからねやっぱメダガブリュー使ってくれっていう意見たくさんいただきました。で僕は最初はこのオーズドライバーを使うつもりだったんです。というのはエイジ君のデータとか記憶、そういうものが残されてるとしたら、このプトティラメダルだろうということを前編でお話ししました。だからプトティラコンボに変身するわけじゃなくて、これをオースキャナーでスキャンするとエイジ君の意識が復活してくるという設定がいいんじゃないかなと思ってたんです。だからまあこのオーズドライバーにこの辺のメダガブリューのパーツをくっつけてやろうかなとも思ったんですけど、逆に考えるとエイジ君変身するわけじゃないから、オーズドライバーいるかなとも思ったんですよ。でこれに中途半端にプトティラ要素付け足してなんかちまちまやるぐらいなら、もう思い切ってメダガブリュードカンと使っちゃった方が分かりやすいんじゃないかなと思って。だからこれ本当に難しい決断でしたけど、オーズドライバー今回やめて前編でこんなこと言ってました。このチップを取り出すってことは、まさかオーズドライバー今回使わないのっていうね、そうじゃないんです。オーズドライバーもちゃんと使います。どういうこと、何言ってんのっていうね。使うって言ってたのに嘘ついてごめんなさい。皆さんのコメント読んでそう決めたんです。オーズドライバー今回やめてメダガブリュードカンと使っていきたいと思います。でもまあさすがに全体は使わないけどね。で今回この音は使えるかどうか分かりません。ごっくんっていうね面白い音入ってるんですけど、ちょっと分解してみなわからん。これはなんとも。だから分解します。よし行きましょう。メダガブリューもいいパーツが揃ってるよね。かっこよパーツの宝庫ですよこんなもん。そろそろ外れるかな。よし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 。あ、綺麗に外れた。ちなみにオノモードと10モードどっちが人気あんねやろ。僕はオノモードが好きですけどね。外れた。短っ。で構想段階だと上顎パーツをここにつけてカチャってやるっていう案もあったんですよ。これも割と良さげよね。いやーなんかメダガブリュー全部使いますって言っといてあれやけど、これもいいよな。やっぱりメダルもちゃんと入るし。いやーマジでどうしよう、悩む。まあとりあえずどっちにしてもちょっとこの線はもういらんな。10モードに変更はしないのでこれはカットします。本当にいいよな、いいよな。切りました。ちょっとイメージが固まらないのでとりあえず改造進めます。これ全体を使うバージョンとして考えると、このパーツ、紫のパーツ見えるかな。これがねメダルを全部押し出すんですよ。こうやってガッチャンってやった時に。で押し出されると困るのでこれはカットします。思い切ってカットする。それでちょっとやってみようか。まあメダル適当に。あれちょっと待って、メダルが入らなくなった。行き当たりばったり改造っぽくなってきたね。いいやんか。よっしゃ、何が原因や。何がどうなった。
これが動かなくなってるよね。なんでや、ここ触ってないのに。なんで動かなくなった？これが押されてない。わかった。なんかこの変なのが押されてない。説明しよう。こっからメダルを入れるときにうっすら見えてるこのストッパーを引っ込ませる必要があります。そのために、このちっちゃいポッチを左側に押すとストッパーが解除される構造。頭パーツに今のポッチを引っ掛ける穴が開いてるので、巻き込んでグーンとセットすると、入ったーよし。こう入ったで喜んでる場合じゃないんですよ。次の工程なんですよ。メインはこっからなんですよ。こうやった時にメダルが押し出されない。よっしゃよっしゃよっしゃ。3枚入れていきます。よし、中入ってるね。入ったままになってる。オッケーオッケーオッケー。でもここで新たな問題に気づいた。でこれ逆にじゃあ出す時はどうしたらいいの？出ない。メダルが出ない。ちょっと待ってくれ。いや、いいねいいね。盛り上がってますよ、かなり。ピンチはチャンス。失敗こそ学ぶチャンスだ。ここにポッチがあんねん。でもこれなくしちゃうと、もう鼻から全部落ちちゃうよな。わかった。メダルを取り出しやすいように、今動かないって言ってたこのポッチをなくせばいいね。そしたら反対側からこうやって取り出せるわ。そうしよう。これ全部外さなあかんやん。いやー、マジか。大変やな。むちゃくちゃネジ外させるやん。外れたー。これがね、もういらんこれ。このメダルが入った時の音。これ、なんかこの辺で鳴っててほしいな。ちょっとここ切ってみよう。ここ今ちょっと溝掘ったんですけど、ここにこれを設置するとワンチャンメダルの音鳴るんじゃないかなっていう。ちょっとやってみますね。どうなるかは全然わからんけど。ここにスイッチを固定しました。これでどうでしょう。ちゃんとメダルが入って鳴らないか。お、ちょっと待って。今1回なったぞ。多分角度としてはこの下顎まっすぐでつける予定なので。おっ、うわっ、やったちっちゃい、音ちっちゃいけど。よしよし、音が鳴るようになった。じゃああとはもう音量ブーストやろ。これいったったらええんちゃうんかいっつって。さあ、じゃあ基板外すか。音ギミックは活かせそうやね。でもこの後知らんで、これパウチの改造やから。みんな忘れてるかもしれんけど、これパウチの改造やから、この後失敗するってこと大いにあるからね。皆さんお待たせしました。この後パウチが盛大に失敗します。あれ、嘘。いや、もう大手術やんかいさ。ピンチすぎて頭飛びました。まあせめて笑ってやってくださいよ。さあ、どこだ？ R いっぱいあるな。さあ、ここで音量ブーストの解説。これがメダガブリューの基板。R のついた数字が1から8まで、これはレジスタンス、抵抗という意味です。基板に無理がかからないように電流を制限してます。基板によって違うけど、この中のどれかがスピーカーに流れる電流を絞ってます。その一つを見つけるために僕はラジオペンチを使います。例えば R2 が正解だったとして、黒い抵抗の両サイド銀色の部分をペンチでガチーンって挟むと音量が大きくなります。音量が変わらなかったらそれは不正解です。例えば大気を流しといて片っ端から R5 違う、R4 違う、R7 違う、R2 でっかくなった、これが正解。R1 違う、R2 ほらでっかかった、突き止めた。正解が見つかったらその抵抗をハンダ付けで埋めてなかったことにします。これをパウチは抵抗すっ飛ばし法と勝手に呼んでます。さらに皆さんに伝えたいのは、基板をハンダ付けするのがハンダゴテの正しい使い方であるということ。普段プラスチックのパーツ溶かしてばっかりのパウチは間違ってるということ。でもハンダゴティングはロマンということも伝えておきたいパウチです。さあ、どれや。 R1 速くなるだけ、 R2 ない、 R3 止まっちゃった、 R4、 R5、 R6、 R7。 いやー、全滅や。基板は全滅でした。平成初期のおもちゃはね、基板による音量ブーストができないやつがポツポツあるんですけど、これ平成の後半でこんなんあるんやな。抵抗すっ飛ばし法がダメだったので、スピーカーの裏に磁石をつけるマグネット法に切り替えます。こっちですね。ちょっと音割れするけど、まあそれはそれでいいか。いびつな感じでかっこいいか。音割れが絶対嫌っていう人もまあいると思うんですよ。過去にコメントいただいたこともありますし、音割れしてんぞつって。でも僕そんなにね、音割れ嫌いじゃないんですよね。古着屋さんのスピーカーから流れてるバキバキに割れた音楽とか結構かっこよかったりするやん。なんとなくああいう認識なんですよね。あれー、今度電池つかなくなった？今度電池ボックスですか？ちょっと勘弁してくれよ。こういう場合大体は電池ボックスの抵抗をすっ飛ばせばいけるぜ。ほれ、なんでつかない？あかん、電池変えてもあかんわ。これ基板がいっちゃってたらもうアウトなんだけど、電池ボックスの不具合だったら電池ボックス変えればいけるからね。ちょっと外してみよう。いやー、マジでこれでいってくれ。いやー、終わったきつー。嘘やろ。なんで電力オーバーしちゃったのかな。この辺触ってもあかんよな。バッと復活するみたいなこと。いや、ないか。
嘘。改造中に音が鳴らなくなるってことはよくあるんですよ。その時、だいたいこの電池ボックスのここについてる抵抗、これをペンチでこうやって挟むと復活するんですね。そしたら、もうここ導線で繋いじゃえば OK なんですけど、この抵抗をなかったことにするっていうの。それで復活するはずなんですよ。ただそれやってもダメで、電池ボックス交換しても、これ、ここってことないよね。ないよね。いやー、ないよねー。マジかー。3000円してんで、メダガブリュー。メダガブリューっていう名前の割に、ものすごい繊細やったね。ほんと、ならなくなっちゃったよ。嘘やろ。おーい、おい、おい、おい。あかんか。せっかくここ、ジャリンジャリンって気持ちよかったのに。いや、もうね、疲れた。今回これ後編のつもりで言ってたけど、ごめん、今回ね、3本にする。もう今ちょっと無理、これ以上できない。1回休憩する。こっからちょっとこうしようかなっていうアイデアはあるんですけど、正直うまくいくかわからん。で、休憩がてら1回編集に入ります。だから動画の中で次回のヒントを一瞬散りばめとこうと思います。多分うまくいくと信じて、もうここで終わっておきます。チャンネル登録してくれ、頼むー。